はいどうも。今回はね、学校英語、これどうにかならんのかということをお伝えします。といってもね、その一部の人が言うような文法問題をなくせとか、あともうコミュニケーションをもっとしっかりしろとか、そういうわけではありません。ただね、その改善してほしいところ、これがいくつかあるので、2つ、ご説明します。まず1つ、発音の授業といいますか、授業の中で英単語を発音するとき、これね、ちょっと問題があると考えています。というのも、強いのばっかり教えてるんですね。特に中学は問題で、これどういうことかっていうと、英語ってある単語を強く言うときと弱く言うときで発音がねちょっと違うんですね。例えばロングマン、あるいはケンブリッジの辞書で引くと、彼、he の目的格が表す him ですね。これを him と読むのはストロング、強い場合です。で、弱い場合はこの最初の H がなくて im になるそうです。あるいは have、 これね、haveも強い時で、弱い時は v とか av とか have とか、そんな感じです。フランス語でね、あとスペイン語でその最初の H は発音しないっていう法則がありますけれど、だからね、英語フランス語版のハリー・ポッターはアリー・ポッターになると、そういうジョークがありますけれど、これは英語も共通するところがあると思います。で、こういうのね、自分で辞書を引いて確認できる、そういう段階だったらまだいいんです。ただね、中学で辞書を引いて、で発音記号を確認できる、そうなれる前にこの him とか have っていうのを教わるからの強い発音記号でしか学ばないんですね。英語に限ったことではないですけれど、年代が若いほど物事を吸収します。だからむしろ大人になってからね、これを実は im と言うんだよとか、have っていうのは強いから v とか av とか言うんだよって言っても、なかなか直せないわけですよ。僕自身もね、ネイティブキャンプで今修正中なんですけれど、なかなかね、この弱い im とか av っていうのを使いこなせないと。で、こうなるとね、極端なことを言うと、日本人の英語、これが杉村太蔵化する恐れがあるんですよね。もうどういうことかっていうと、全ての単語に強調していると。日本人のね、英語って外国人からすると聞きづらいことが多いと聞いています。もしかしたらね、ここが関係しているんじゃないかと考えています。ALT の先生を呼ぶ前になんて言うんだろう、発音を訂正する、そういう授業があってもいいんじゃないかと思っています。で、直してほしいところ2つ目、これね、文法ですね。といっても参考書とか教科書、この文法はかなり素晴らしいものだと考えています。で、これを直す必要はあんまりありません。ただ問題集ですね。これで確認したところ、ちょっとねハテナなところがいくつか見受けられました。それ何かっていうと、ある文章があって、それをね、特定の条件を加えて書き換えなさいと。その書き換え系のね問題、これのね存在意義が分からないですね。というのも、間違った技術、技能、これをね身につけてしまう可能性があるんですね。どういうことかというと、大きく2つあります。1つは独立の文法、これを書き換えという問題によって
無理やり関連させていると。例えばなんですけれど、この、英語の仕組みを5日間で完全マスターする本という本ですね。ここに載っていたものを紹介します。能動体と受け身系、受動体ですね。これの関連について、例えば教科書では People speak English in Australia、 これを受動体に書き換えなさいと、そういう問題が出てきます。でこれを受動形にするとどうなるかというと English is spoken in Australia となります。でも英語のネイティブからすると、その最初の People speak English in Australia の方が自然なんですね。これどういうことかというと、一般的に英語って文末に新情報があります。だけどその English is spoken in Australia、 オーストラリアを強調すると、その英語が話されている国ってどこでしょうというとオーストラリアですと、そういう意味になってしまうんですね。でも英語が話されている国ってオーストラリア以外にもアメリカとかイギリスとかあるじゃないですか。だから事実に反するわけですね。でこれをね、正しい文章として読むんだったら English is spoken in Australia、 イングリッシュにアクセント、強調すると。でもその文頭を強調するっていうのは英語的には不自然なわけです。となるとね、やっぱりその、English is spoken in Australia という受動系の文章、これはあんまりよろしくないわけです。でも書き換え問題、日本の高校の書き換え問題ではこういう、能動体を受動体にしなさい、受動体を能動体にしなさいと、そういう問題がいくつもあると。これではね、その能動体と受動体でニュアンスが変わるということが理解されなくなると。これはね、で、時によっては間違った文章、これを覚えてしまう恐れがあるわけです。でもう一つ、逆に正しい文章、これが間違いだと認識されてしまう、そういう恐れもあるわけです。これはね、この本ではないんですけれど、そのとある問題集と、自分の経験をもとに言います。I can speak Indonesian、 これをin the future を文末において、書き換えてくださいと、そういう問題。これ私のオリジナルの問題なんですけれど、それに近いことをやっている問題、これをね、現代の今の高校生がやっている問題集で見かけました。おそらく模範の回答は I'll be able to speak Indonesian in the future となるわけです。でこれ間違いではありません。ただその be able to を省略してI'll speak Indonesian in the future。 でもその英語的には OK なわけですね。私は将来インドネシア語を喋るだろうと。直接的に何か可能を表しているわけではないけれども、インドネシア語を喋るだろうってことは、当然可能、インドネシア語を喋ることは可能になっているわけです。でグラマリーというね、文法チェックサイトがあるんですけれど、それでねI will be able to って書くと、その be able to を消すように促されるんですね。つまり英語的には be able to をなんていうの、その can の未来形みたいなこれはねこれはね、消した方が自然なんですね。でもちろん消しても消さなくても OK ではあるんですけれど、でもその書き換え問題では多分 I'll speak Indonesian は×になるんですね。なのでその自然な英語のはずなのに、これが不自然だと認識してしまう恐れがある。こういうね、その本来の英語学習的にはあんまり正しくないこと、これをね、この書き換え問題、書き換えなさい問題で植え付けられてしまう恐れがあると。だからね、文法書で教えるのは
僕は正解だと思ってます。その文法の授業をなくせとか、コミュニケーション英語をやれとか、そういうのを言ってるわけではない。ただし、その問題集の中でね、書き換え問題、これはね、なくした方がいいんじゃないかと考えています。英語に限ったことではないんですけれど、その先生がね、ちゃんと学習していれば、こういう変な英語って教えることないんですよ。なんでね、確かフィンランドでやっているように、もっと先生をね、専門職にした方がいいと思います。すなわち、今大学の学部卒が、先生になる条件ですが、大学院まで行ってもらう。あるいは、英語とか数学とか、そのプロになっていただく。ただね、そのお返しというか、その代わり、その給料は例えば倍にする。あるいは、部活とか、そういう、本来、その先生の負担でないところ、こういったものの負担、これはね、どんどんと撤廃していくと。教育はね、人の人生を変えるんですよ。だからね、もう国とか県にはじゃんじゃんお金を使っていただいて、で、プロを先生にする。そういうね、システム、これを作っていただければと思います。今回は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。